エボジャパン2020楽しかったね。楽しかったです、大会ももちろん楽しかったんですけど、会場で新作ゲームとかプレイできてもうすっごく楽しかったです。そう、ギルティギアストライブとか俺超やりたかったんだよね。いや、いいよ。やっぱりお祭りの雰囲気最高だったよね。いらっしゃい。いらっしゃいませ。ギルティの話してたらギルティのすごい人たち来ちゃった。マスターいつもの2つ。レッツロック言うよね。ギルティギアを愛する男、投げ選手。アドリブコンボで見る者を魅了する国内屈指の実力派プレイヤーの一人です。そして関西を拠点に活動するチャチャチャ選手。エボジャパンやアークレバーアメリカなど名だたる大会で結果を残しています。お二人はいつもその大会で上位を競い合っている仲ということで、お互いの印象を聞いていきたいんですが、僕クムゲヘヒョンというキャラクターを使ってるんですけど、そのキャラクターが出る前からもうギルティを愛し続ける男って呼ばれたり、世界最強の投げさんって呼ばれたり、もう雲の上の人ですよね。投げさんめっちゃ楽しそうに大会出るんですよ。それがすごいもうムカつくぐらい楽しそうにやるんで、すごいそれが魅力的なプレイヤーなと。チャチャチャさんは結構大会緊張するというか、引くぐらい真剣な顔してます。大会とかでやっぱ当たるんですけど、もう隣すごいんですよ。みたいな感じなんですよ。もう全然違ってて、あとは大会でシングルの試合では勝ったことがなくて、あ、そうなんですね。なんで僕の許さないノートにも一人にノミネートして、あれだ、名前書いた人が死ぬノートだ。そもそもお二人はどうしてこのギルティギアというゲームをやるようになったんでしょうか。中学校の時はキングオブファイターズをプレイしてたんですけど、で高校に上がって同級生で俺ギルティやんねんっていう同級生がいて、で一緒にゲーセン行った時にギルティギアを初めて見て、これ面白いって友達に聞いたら、いやめっちゃ面白いけど多分お前には無理やなって言われたんですよ。どういうことだろう。僕あんまり怒らないんですけど、むちゃむちゃ腹立ったんですよ。なんでだってなったのね。その日の帰りに初めてレバコン買って1ヶ月練習して、その友達に負けなくなったんですよ。で憎しみでやってた格闘ゲームなんですけど、面白い面白い。で友達倒したからもうおしまいでよかったんですけど、気づいたら毎日はギルティしたいギルティしたいって思うようになって、そっからです。最初に目標があると確かにゲームやる理由になりますね。もうあいつを壊してやろう。怖いのさ、最強死刑囚の発想だこれ。本当最初はゼクスとかイグゼクスとかぐらいに触り始めて、対戦とかし始めたのはさっきのシャープリロードとか、大会出始めたのはそれのあたりですね。なるほど。なんか懐かしいね。今までゲーセンいたぜにとってはアニメが動いてるみたいな感じだったから、えらいことになったなって言ってやっぱみんなやってた記憶がある。やっぱりそのギルティギアゼックスがゲームセンターに呼んできた新しい客層って結構すごかったですよね。当時見ると本当に全然違う層の人たちが入ってきたっていう。ギルティギアのねパワーすごいんですよね。でそうやって始めて2人が、でもいきなり最初から強かったわけではないですよね。そうですね。もう友達が上手い人が周り結構多かったんで、教えてもらうこともあったんですけど、才能がないっても言われたし、センスがないも言われたし、対戦してて面白くないも言われた。誰ですか？殴りましょう。友達ですからね。直接攻撃しましょうよ。強い人でやるのがすごい好きなんですよ。なんか2、30連敗こうしたりとかも全然普通にしてて、なんでしょう、気にせずやってましたね。まあいつかなんとかなんだろうと思いながら。負けに対して絶対打ってないでしょ。絶対嫌ですね。仕事とか手につかないですよ、やっぱり。もう負けてた。それぐらいもうやるから、もうこそまさきもいてあった真剣な表情になってる。遊びじゃないからもうゲームってから。うわ、熱い男来たね。わかる。いやー、なんかギルティの話してたら俺たちもやりたくなってないね。最新作ギルティギアストライブがあります。そんなわけない。だって最新作っていうかまだ世に出てないじゃん。ないそんなのあるでしょ。あるんです。レッツロック。2020年秋以降発売予定のギルティギアシリーズ完全新作ギルティギアストライブ。過去シリーズの世界観は踏襲しながらも、ファンから絶大な支持を得るグラフィックの部分がさらに進化。手書きアニメと見まがう 3D グラフィック、大迫力なアニメーション演出は必見です。うわ、本当にギルティギアストライブあるよ。なんですごいっていうレベルじゃないでしょ。発売前のでしょ。今回はエボジャパンに出展されたバージョンを特別にお借りして、紹介していきたいなと。
これまでの続編ではなく次世代の対戦格闘ゲームとして開発された今作。ゲームシステムにも大きな変更が加えられています。特にコンボシステムが一新されているんですよね。今までよりもすごいシンプルになってます。 SS ハイスラッシュっていう、いわゆるその切り攻撃ですね。これをこう組み立てるだけでその十分強力な連続技にっていうか減ってる。めっちゃいるんです。めっちゃやってますよね。ボタン3回押しただけだよ。怖い怖い。すごいシンプルな連続技が十分こう実戦で使っていける。今作から全ての技を空中でガードすることが可能に。さらに空中受け身がなくなるなど操作系統が簡略化され、初心者でも遊びやすい変更が随所に。対戦するっていうところまでがすごく早くなりましたね。覚えなきゃいけないことっていうのがキャラクターの技とかになってたって話だね。でもギルティギアらしいシステムももちろんあるんで、もちろんあります。特にやっぱりロマンキャンセル、ギルティギアの醍醐味であるロマンキャンセルは健在。攻撃や防御など自分の行動をキャンセルできるテクニックです。それをすることによって連続技がつながったりっていう、やっぱ今までのギルティらしいところももちろんあるんだね。そうなんです。攻撃中、ニュートラル状態、脱出中など状況に合わせて性能が変化。これまでにない駆け引きが楽しめそうです。ある種2つなんですよね。その昔の時間停止を挟まないロマンキャンセルもあるし、移動ロマンキャンセルもある。上級プレイヤーもここだけでも相当な研究の余地があるっていう。ある。さらにギルティギアストライブには格闘ゲームの戦い方を大きく変えるある新要素が追加されています。画面足に追い詰めて連続技を決めると、この画面足に張り付く演出があるんですね。ここからコンボを決めるとこのように、ステージが遷移します。無理素敵。無理いやもう素敵すぎて無理ってことです。こんなにかっこいいの見せてくれてありがとうって意味です。やばいこれ。楽しいこれ。まだある。まだいける。これ相手倒しきらずまだいくの？どこまで行くの？今回このギルティギアストライブではこの画面足に追い詰めた側が連続技を決めるとステージが移り変わることで、食らった側が画面足から脱出できるんですね。中央にまた戻るんだ。リセットされる。今までのその格闘ゲームの文脈上でいろんな人がこうどうにか改善できないかと思ってたところを、その演出とともに改善してるんですよ。メスを入れたわけだ。そうなんです。これすごいなと。ギルティギアをずっとプレイされてきたお二人にも印象を聞いてみましょう。一番最初に思ったことは、投げしけが出る。結構画面端でも投げ暴れが強かったりするんですけど、それに最大級のお仕置きが取れるゲームになってるっていうのがまたギルティギアやってきた人たちはちょっと違う感覚でやらんとちょっといけない部分じゃないかな。コンボとかは短くなってて、あとシンプルになってるんですよ。ただゲージを使ったそのロマンキャンセルなんかいっぱい種類があって、のめり込んでやろうとするとなんかいっぱいあるんじゃないかなっていう感想です。ということでせっかくですからお二人に対戦していただきましょう。投げ選手 VS チャチャチャ選手。いろんなこう動きを見せれるようにしたいなと思います。ちょっと練習したんで、いろいろできたらいいなと思って。さっきはもう笑顔で楽しそうにしてたんですけど、ちょっと笑顔とか出ないんですけど、すいませんけど。どこ見て言ってんの？まだ開発中なのでお二人ともメインキャラでの対戦とはいきませんが、よろしくお願いします。あー、こんなのもあるんだ。何かわいい。いい試合にしましょう。大したことなさそうだね。いい試合にしましょうって大したことなさそういやな。煽ってんじゃん。偶然だけど。始まる。はい、ということで始まりました。まずこの、右側のカイというキャラクターは中遠距離戦を得意とする飛び降りなんて持ってるキャラクターです。対してこのメイは見た目女の子なんですけど、すごいパワー型の実はキャラクターですね。カウンターの演出めちゃくちゃ派手になってる。お互いに一発が非常に大きい。お互いテンションゲージが溜まっている。ダッシュから投げたが有利すぎたか。攻めを繰り広げていくのは投げ。もうチャチャチャの体力がないぞ。どうだ、ライド・ザ・ライトニングは決まっている。そしてステージ戦意、ステージが移って、これねゲージを使ってダメージを与えたんですが、その後テンションゲージ溜まりやすくなってますよ。ライド・ザ・ライトニングを山田が返していった。派手。まずは投げがラウンドを先行。俗には暗転返し的な。実はですね、このいわゆる覚醒した技の暗転がされた後に、技を打っていてもロマンキャンセルでガードするってことができるんですよね。GTGR であればここもロマンキャンセルできるんだ。このままプレッシャーをかけていくのは投げだが、タチャちゃんもそろそろ
ラウンドを返したい。しかしこの投げの攻め手が揺りませんね。従来の北園のモーションもかなり変更を受けてる。コンタクトからおっとロマンキャンセルでヒットさせました。ここでバーストコンボをやられている最中にできる行動です。ただこれでチャチャチャのメイが有利か。いや返します投げ。ここでロマンキャンセル隙をフォローしたところにバーストで返す3-1。若干海側はちょっとテンションゲージ 50% 溜まっていますよ。ロマンキャンセルも可能。どう使うか。下のテンションゲージがねあると、あー来たぞロマンキャンセル。しかしここはコンボに繋がっていない。チャチャチャどうする。残り体力わずか。これ感電してるめいちゃん。今は大丈夫な状況ですがイルカからロマンキャンセル。カウンターヒット残っている。カウンターからロマンキャンだーオーバーヘッドキックでフィニッシュ。エキシビションマッチ勝者投げ。よっまあちょっとやりたかったこともできつつ、ミスりつつでしたけど、はい、ゲージいろいろ使えたんでよかったかなと思います。負けてしまったんですけど僕のギルティ人生すべてを出せた試合だったと思うので重い重いよ。すごい重いいいぞいいぞ。3日間にわたり幕張メッセで開催された国内最大級の格闘ゲームイベントエボジャパン2020。3日間の来場者は3万人以上。国内外からトッププレイヤーが集結し頂点を争う戦いに挑みます。大会の模様はライブ配信され、サイドイベントや私有ブースなど至る所でゲームの音が鳴り響き、会場はお祭りムード一色。格ゲーの祭典にふさわしい盛り上がりを見せました。大会初日、続々と参加者が集まる中、彼女の姿も。おはようございます。ちょっと今ドキドキとワクワクでいっぱいです。番組始まってから頑張ってきて、ちょっと1ラウンド取るっていう目標を立ててきたんで。格ゲー初心者だったいつか、番組開始以来残芸2日としてずっと研鑽を積んできました。ついにエボジャパンに挑戦する時が来た。予選会場はものすごい熱気です。本当に緊張してきて、もうどうしよう。個人としては初めての大会参加。お願いします。緊張の中、初戦が始まります。まだ動きが硬いのか、大差でラウンドを取られてしまいます。続く第2ラウンド。相手を浮かせてからボルシチダイナマイトイン X、 練習の成果が出ます。目標にしていた1ラウンドを取ったいつか、このまま初勝利となるか。惜しくも負けてしまいましたが、まだルーザーズが残っている。諦めるな。正直何を選んでもっていう分かった。体力差でレイジドライブを打って組まれたり潰されたり、しかし相手プレイヤーが1枚上手。ここでいつかの挑戦は終了。悔しい非常に悔しいけど、でも楽しかったし、1個の目標としてた1ラウンドを取るっていうのを達成しましたし、教えてもらったこと、あとボルシティ X 決められました。それで結構満足です。この数ヶ月間本気で頑張ってきたいつか、悔しさと同時に格ゲーの楽しさを改めて感じたようです。なんかやっぱり楽しいことを教えてもらいましたし、今こんな感じですけど、すっかりハマってしまったのでちょっとこれからも練習して、もし来年のエボジャパン出場する機会があれば出場したいですし、その時は絶対余裕で一生できるぐらいにちょっと上手くなることを今度は目標にします。それではメイントーナメントへ。
まずは武器格闘アクション最高峰の呼び声高いソウルキャリバー6。総勢510名の剣士がエントリーした予選。日本の有名選手はもちろんフランス、アメリカ、韓国など海外の強豪選手も多数参加し大混戦に。トップ8進出はこちらの8名。そして一夜明けメインステージでの決戦へ。それではもう間もなくこちらでソウルキャリバー6の決勝戦が行われるということですが、もう誰が1位になるのか、誰が優勝するのか今から楽しみです。アメリカ、シンガポール、日本、フランス、韓国と選手の国籍は様々。それぞれが自分の信じるキャラクターで磨き上げたテクニックを披露。会場からは大きな声援が上がっていました。しゃがんでみろよと、形状1本使って一定時間自己を強化するシステムです。しかし前に歩いてきたところを小技で迎撃。ルーザーズファイナルは日本のユットト選手対アメリカのリンコーズ選手。大接戦を制しユットト選手がグランドファイナルへ。その決勝の相手はアメリカのブルーゴッド選手。エボ2019の決勝で戦った因縁の対決となりました。そっちのありかなといったところで、なんださあブルーゴッドが意地で乗り越えようとしている。始まってみればブルーゴッド選手が2セットを連取。追い込まれたユットト選手は同キャラのアズベルに変更し賭けに出ます。いや、かなり減るなこれ。いや、減る。その選ぶ後はなんだ、ブルーゴッドは何を選ぶ、ユットトは何を思う。キャラを変えた以上はオールマイティ取っていく。優勝はブルーゴッド選手。見事エボ2019のリベンジを果たしました。So I play Asshole, so I know how to play against Asshole. I can't describe it in words. It's like the greatest feeling ever. 悔しかったですね。いや、すごい悔しかったです。今回はいろいろなキャラを使ってみたりとかして、いろいろ試せたし、キャラを変えるっていう抵抗もなくなったんで、めちゃくちゃ楽しかったですね。I don't know. I feel really fantastic. I wasn't expecting to make it as far in the tournament as I did. 昨年およそ11年ぶりの新作として発売されたサムライスピリッツ。エボジャパンでのメイントーナメント実施は初となります。初代王者を目指し500名以上の侍が予選に参戦。エボ2019優勝のインフィルトレーション選手が敗退するなど波乱の展開となります。今ウィナーズでサムライスピリッツ、勝ち進んでるんで、このまま頑張りたいと思います。あと1戦頑張れば明日なんで、最後なんとか勝ち切って明日につなげたいですね。視線をくぐり抜けた8名。トップ8は全て日本人選手となりました。一撃のダメージが大きく一瞬の隙が命取りになるサムライスピリッツ。実力伯仲の決勝トーナメントは毎試合息を飲む展開に。使ったところに一戦確定。いやー、ただまだ決勝はルーザーズから勝ち上がった M 島選手と名だたる強豪を無敗でなぎ倒してきたガメラ選手の対決。2人はこれまで大会で何度も戦ってきたライバル同士。緊張感に包まれる会場。ジャンプ台追いついてくる。最後はしゃがみ台。サムライスピリッツ優勝はガメラ選手。見事な戦いでした。ガメラさん、優勝おめでとうございます。本当に強いとこって言えるのが、結構上の方で当たってくれてたんで、そこら辺の運も良かったし、今回はうまくいきました。本当に優勝おめでとうございます。自分にしては上出来すぎる結果だったので、ちょっと次にも大きな大会あるので、そこの自信につながったかなと。ルーザーズでの戦いちょっと悔しかったですね。そうですね、もうちょっといけそうな感じはあったんですけど、時の運と言いますかあと一歩力及ばずでしたね。どういう気持ちで挑まれました？とりあえず楽しく気持ちよくやれればいいと思って、自分も楽しくできたと思います。
続いてはブレイブルークロスタッグバトル。作品の垣根を越えたキャラクターたちが2対2のタッグで共闘する人気タイトル。500名以上のエントリーでにぎわった予選。シンプルな操作感が魅力の本作。大会とはいえ楽しそうにプレイしている方が多いのが印象的でした。決勝トーナメントへ進む上位8名がこちら。個性あふれる8人の選手たち。トッププレイヤー同士のレベルの高い戦いが繰り広げられます。白熱したバトルの連続に会場もヒートアップ。逃げて足りるでしょう。あー足りない。ミートションスキル両でフィニッシュ。そう振っていく。おーっと大抜いたのはルックスポーツ。あるとすればルーザーズファイナルはドラ選手と NKP 選手の対決。さあとりあえずまだ分かりませんよ。さあ今のさあ家が落ちて分かりませんよ。どうする。ウィナーズで敗れた借りを返しドラ選手がグランドファイナルへ。ジャンプシーン皆さん盛り上がってまいりましょう。出る技があるのでここまで圧倒的な強さを見せる久保選手。ゴーレンガしかし試合はドラ選手がリセットに成功。勝負の行方は果たして。しっかり減るんです。これは連鎖のネファリウスデュオディストーションスキルデュオでメルカバがダウン。レゾナンスレベル3ナオトいけるのか。また優勝はドラ選手の勢いに動じず久保選手が栄冠を手にしました。いかがでしたか。リセットまで持ち込まれてかなり心乱れたんですけど、リセットされた時に相手の癖みたいなのがもうなんとなく見えてきたので、だったらその次のラウンドでいい結果にならなかったらちょっとまずいかなっていう風に頭の中では考えてました。このゲーム結構すごい強い行動が簡単にできるんで、本当に見ているだけでもやっぱ楽しいし、やってるともっと楽しいし、本当にいいゲームだなって思いました。ちょっとここまで来て負けたのかっていう気持ちはあるんですけど、でもそうですね、満足です。はい次回は残り3タイトルのメイントーナメントをピックアップ。そしてあの男が戦いに挑みます。皆さんにじゃあ感想を伺っていきたいと思います。新作も遊べたのもありますけど、結構さっきみんなで話してるのはすごい楽しかったんで、なんかああやってゲームの話でバイオまた盛り上がりたいなってすごい思いました、話してて。ギルティの新作が出るってなった時にもしかしたら、全く別のギルティギアの感じじゃなくなるかなと思ったんですけど、今日初めて触ってもう新しい要素もありつつギルティギアの要素も残してて、まだこれからギルティやってた人プラス知らない人も来てて、ギルティギアのコミュニティがどんどん盛り上がるんやなと思うと今からすごい楽しみですね。ということで、今宵のお客様は、投げさんとそしてチャチャチャさんでした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。次回は発売直前アンダーナイトインバースエクスレイトクレイを特集。エボジャパン2020後半戦も見逃すな。